皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。お楽しみ抽選会楽しんでいただけましたでしょうか。引き続き第3回も募集しておりますので、まだ板ぼ柿応募されてない方で食べてみたいなと思う方がいらっしゃったらぜひ応募してください。それとですね、ちょっと大事な肝心なことなんですけど、第1回目と第2回目に応募してくださった方はまだこちらのユジポンゴールデンボックスの中にこれです。このゴールデンボックスの中にですね、名前を書いた紙がまだ入っておりますので、応募第3回目も応募していただいているとさせていただいて抽選をさせていただきますので、1回目2回目に応募してくださった方は引き続き名前が入っております。第3回目の抽選にも参加しているとさせていただいております。よろしくお願いします。それでですね、今日これから板ぼ柿を発送させてもらおうと思うんですけど、海進丸に来てます。海進丸で牡蠣を表していただいてですね、発送させていただきたいと思います。ほんで先日ですね、おじとらさんが海進丸の牡蠣を紹介してくださってですね、そのステッカーをなんと海進丸がおじとらさんから100枚もらってるらしいんですよね。で先着順らしいんですけど、もしかしたら自分の分がまだ残ってるかもしれませんので、おじとらさんステッカーがもし残ってればちょっとゲットしたいと思います。では行ってみましょう。海進丸表してもらいます。ライト、まだあります。ライト、よし。出てきた。ほんで、親方、おじとらステッカーまだ残ってるよ。3分やったんだけど、3人ちょうどなった。やったー、先着順の奇跡的にまだ残ってます。5000円と2500円。あら、それならなんとか払えそうですよ。貧乏の俺でもなんとか払える金額。やったねー。本当だ、やったー。おじとらさんが海進丸を紹介してくださって以降、海進丸の電話が鳴りっぱなしだそうなんですけど、あたふたしている海進丸夫婦のことを想像してちょっとツボにはまって爆笑してます。おはようございます。ここは 1.4 ですけど、港の中は 1.1 でした。もうギリギリ出せましたね。今日もまだ真っ黒です。スイッチオン。新年一発目の漁です。今日がちょっと雨がねチラチラしてるんですけど、多分なんか雨が止むようになってたんで、天気予報ではなんか雪になってたんですよね。でもそれほど寒くありません。頑張って今日もちょっとカニを狙って、まあ3ついればいいでしょうけど、まあ3ついるかな。もう大体年明けて寒くなったらもう完全に冬眠していなくなるんで、カニを狙ってはみますが、いたらラッキーということで行ってみたいと思います。沖へ漁場に到着したんですけど、雨がすごい降り出しました。では年明け1番目です。まさかカニはいないでしょうね。この寒さだとまあカニはいないでしょうね。網も新調したんで気持ちいいですね。相変わらずおこぜ。おお、板物すごいのが。そして相変わらずおこぜ。ゲタも見えてますね。よいしょ。やっぱりこの時期はゲタとおこぜですね。おこぜすげえ。要注意です。おこぜすげえな。やっぱ正月中、さっきから大きい主もなんかあっちの方にも見えたし、あそこに見えてますね。なんかもう一個見えたような。これおこぜじゃないわ、西。やっぱ正月中遊ばしてますから、おこぜがすごいっすね。やっぱりこれは夜の油断大敵ですよ。じゃあでけえ、ここにもでけえ、あちらにもでけえ、でかい。ちょっとおこぜが油断してるのでしょうね。1週間休みでしたから姿を現しておりますけど、じゃあ気をつけながら寄りましょう。では2番目を投入して、これで起きながらちょっと新年一発目の傘を寄りましょう。飯田子は何も恐れることはありませんが、おこぜがね、ほんとここに塊がいますから。よいしょよいしょ。板ぼ柿第3回抽選会用にこれ1個ぐらいは使えそうですけど、あとはでもちょっとちっちゃいかな。これと
目ぐらい使いますかね。約1番目が寄り終わりました。もうおこぜだらけでしたね。次はちょっとおこぜをかわしてるんで少ないと思います。平の子発見しました。これなんですけどね、これもめちゃくちゃうまいんですよね。青魚のトロです。いつももうめったにいませんけど、いたら持って帰って刺身で食べるんですけど、ほんともうトロですよ、トロ。ブリよりも溶けます、口の中でさらっと溶けるからめちゃくちゃうまいですね、これ。おこぜの処理してたらあっという間に30分経って、気づいたら25分以上超えてしまいました。巻きましょう。道具が反対になって上がりました。本当はね、これがねこっち側にあるはずなんです。だからこれがひっくり返って上がっちゃってるんですよね。逆になってちょっと直さないといけません。道具を片方吊りまして、もうちょっと出しましょう。これでひっくり返りましたと。これで治りました。正月休みにこれを新調したばっかりだったんですけど、早速役に立ってくれましたね。まさか新年1番目に役に立つとは思いませんでした。なんかちょっといいもんが見えてるような気が、こっちじゃないですけど向こう側の網に。しかしガサきついな。でっかまたおこぜでかい。ここでそんな多いとこじゃないんですけど、ちょっと保護色なんで分かりづらいと思いますけど、おこぜ結構落ちてきましたね。今結構落ちましたよ、おこぜ。ああ、カレイかと思ったらもっといいもんでした。カレイがいたのかと思った。なんと新年濃い縁起のいい、まあフグちゃんも縁起もいいですけど、濃い縁起のいいもの。ペロン。新年2発目からなかなかいいんじゃないです。縁起のいい。ヒラメが取れるとは思ってませんでした。しかしすごいガサの山。嬉しい。やりましたね。ちょっと擦れてますけど、残念ながら最初の方で入ったのかな。でもまあ嬉しいですね。おまけみたいなもんなんでですね、から取れたこと自体が嬉しいです。ナイス。ヒラメナイスでしたね。ただやっぱりカニはいませんね。まあ1月になってカニを見たような記憶は自分にはあんまりないですけど、ただちょっとね、浜湯くんに海苔をいただいてるんでですね、漁師さんへのお返しって本当悩むんですけど、カニでいいって言ってくれたんで、なんとか 700g 以上のね、ちっちゃいカニじゃちょっと型が悪いんで 700g 以上のカニをなんとか取りたいんですけど、1月にちょっとカニを取るのは難しいでしょうかね。もう冷え込んでますからね。なんせでか漁師さんに魚やってもなと思ってたんで、カニあれでいいですって言ってくれるとめっちゃ楽です。助かります。ただこのカニを取るのちょっと1月からだと難しそうですけど。ゲッタでか赤ちゃん黄色い濃い。めっちゃでけえ平らげ出てきましたね。でかっ。これでけえですね。これでっかっ。出たよ、おこぜは相変わらず1番目と同じ感じですが、漁師が多かった頃はですね、人でもほっとけばですね、こうなってだんだんもうクタクタに、これぐらいじゃ死なないでしょうけど、人ではもう泥食ってね、こっからクタクタになって死んでいってたんですよね。ほっとけばよかった。これもう特別に退治日を作っていかないといけないぐらい漁師が減りましたね。本当にちょっと平らげ開けてみましょう。これはでかい。どんな貝柱が待っているのやら。でかっ。これは何人前取れますかね、刺身で。これすごい。ちょっと売ってみよう。これすごいですね。何本しますかね、これ。この位置でちょっとインスタに上げましょう。ちょっとインスタの写真撮ります。この大きさ伝わりますかね。伝わってもらいたいけど、でか貝柱、この横の分厚さ伝わるでしょうか。インスタで
記念撮影終了です。ゆっくり寄りすぎて、我ながらちょっとあまりにもゆっくり寄りすぎて、また35分気づいたら経っちゃいました。あんまり長く漕ぐとですね、あんまり良くないですね。魚がどうしてもね、やっぱり傷みますんで。でまあそれはいいんですけど、こないだからここだけがなんかやたら曲がるんすよね。まだなんか行ったっぽいですね。爪一本持っていかれてますけど、それはいいけども、沖で曲がられたら直すのがね、力がいってもう力がいって大変です。なんとか直し終わりましたけど、一本足そうかどうしようか悩み中です。もう帰って足そうかな。体力がまたちょっと見えにくいでしょうけど、小手だらけですね。フグちゃんも見えてますけど、やっぱりカニは絡んだ。カニはなかなか難しいようです。またフグちゃん。おお、来たけど片爪なし。反対側へ落ちました。しかし片爪なし。まあ550ぐらいでしょうから、どっちにしてもちょっと小さいですね。でもいいんじゃないです。席もバッチリいるんですね。年明けても嬉しい。一つゲットしましたよ。なんと一つヒラメよりも上という、ちょっと反対側に落ちてくるシーンが撮影できなかったのが残念ですけど、やりました。1個ゲット。左潮が行き出したから入ったんでしょうかね。何気にイタボガキもゲットしております。この大きさならプレゼントに使えるでしょう。3番目石がレもいました。よいしょ。ちょっとちっちゃいですけど石がレです。これもこれぐらいサイズでもですね、食べようと思ったらね、結構お腹いっぱいになりますね。1人だと。この間食べたら美味しかったですよ。この網はちょっとカニがいてくれたんで本当に嬉しい。全然晴れませんね今日。まあでも眩しくないんで画面がもしかしたら見やすいかもしれませんね。こっちの方が。ここおい、落ちてこい。おお、フグちゃんが多い。なんとフグちゃんの多い網でしたね。おこぜ消えましたね。そしてどういう具合でこうなるんでしょう。こんな人が回ってるんですけど、フグが見え出したと思ったらおこぜが全然でもないか。ここおるな。でも明らかに少ないですね、おこぜが。やっぱりフグちゃん。ちょっと今回もまた、あとはもう一緒のもんなんで、やっぱり今回もまたちょっと変わったようなもんが入るまでちょっと一旦撮影をやめたいと思う。ヒラメ入ってたらまた回します、カメラ。カニはちょっと入ってても気づかないことが多いんですけど。なんか泥が抜けてない。おー、食べきました。嬉しい。やったね。何気にちょっと石がレもまた見えてますけど嬉しいです。ただ 700g 以上が欲しい。いや、下り潮の間に取っておきたい。もう上り潮になったらカニが入らないので、これは別にでかくも意味ないでしょう。何も入ってねえ。おかげで何も入ってないと思ったら嘘でしょ。これは嘘でしょ。よう引っかかったらこのとこに網の外ですよ。これ保護網と本網の間に引っかかってますけど、おもろいやつだなお前。おこぜがなんか一気に減りました。こんな人がカメラ回してない時にカニが落ちてきましたけど、なんとまだヤワラがいます。恐ろしい。こんな1月にまだヤワラって信じられませんね。おい、そしてこれまたカメラ回してない時に信じられないような、まあ、相変わらずおこでと出たばっかりと思ってたんです。びっくりするほど大きなフグじゃなくて、これでかくないっす？めっちゃでかいっしょこれ。遊漁船天竜の
の船長山下さんは大きいの釣ってくるんで、釣りでは大きいのはいるんでしょうけど、底引きのプレイグラウンドでこんな大きいの見るのは初めてです。これもちょっと撮影しておきましょう。そして早速これはちょっとインスタに上げようかな。あまりの大きさに驚きですけど、これ大きいことをどうやったら伝えれるかな。やっぱり手に持った方がいいですかね。はい、撮影終了いたしました。これはちょっとすぐインスタに上げましょう。できました。このヒラの子供の刺身がめっちゃうまいんですよね。もうほんとトロですよ、トロ。酒で洗って湯通ししました。5秒ぐらい湯通ししましたけど、ちょっとやりすぎですかね、瀬戸さん。どれぐらいなんかちょっと分かります。ちゃんと聞いとけばよかった。いや、いったね。もういったね。わさび大好きたっぷり派。いただきます。うまくないわけがない。またよりしもの醤油が合う。浜湯のりいってみますか、これに。これをさらに浜湯のりでちょっと勢い良すぎて切れない。浜湯のりでこんな美味しくないわけがない。感動じゃ。瀬戸庵さんナイス。ゆうたくん食べたで。もう大きなカニが欲しいけどまだ2人ない。相変わらず出ただけはめっちゃ見えとりますな。おカワハギ。出たおこで。カニ来ましたけど。でも700はないな、あれは。ちなみにイサボまたゲットしました。まあ700はないでしょうね。580見た感じ。580、600ないでしょうね。そして完全体じゃない。これもちょっと送るにはちっちゃいですね。完全体じゃないし、でも嬉しい。もうこれ一発でもうすごい大きいですからね。なんせ下駄やおこぜ積み重ねるよりもこれ一発です。しかしおこぜでかいのが多いな。もうこれからのち上り潮になるんで多分カニは入らなくなりますね。今日はもう3枚だけ買ったかな。ただ下駄とかはちょっと増えるかもしれませんね、上りになったら。なんとこっちにもなんか見えとるし。ただカニではない。カニではないけどいいものが見えております。嬉しい。よいしょ、ベローン。そっちへ行くんかい。そっちへ行くんかい。今日2つ目。嬉しい。ただ落ちてくる瞬間が今のは撮影できたでしょうかね。全然反対方向に落ちてくれましたけど、まあ潮の今変わりなんでこういうのが入りやすいんでしょうね。ラッキー。今日2つ目のヒラメ。今日なかなかいい量ですよ、こりゃ。まあ年末ほどね値段がしないんで、ヒラメも年末すごい値段でしたからね。カニなんかも年末から言うともう半相場でしょうね。でもそれはもちろん追った方がいいですし、カニとヒラメの威力はすごいです。ラッキー。ヒラメなんかムロツはここよりも多くて激安らしいですね。大体ですね、もうムロツの話を聞いたら何もかんもここの 1.2 倍相場なんですけど、今年はヒラメここより多すぎて、ヒラメだけはここの方が相場がいいっぽいですね。薄日になってやっと晴れましたね。なんか9時には晴れるってなってたんですけど、もう昼過ぎてやっとです。その帰る時間やないか。はい、この見つけたところとおこぜ。よいしょ。去年はちっちゃいおこぜしかおらんかったけど、今年はもうでっかいおこぜばっかりやな。出たとおこぜだらけ。でかー、でかい。そろそろ帰る時間ですけど、あと数番頑張って帰りましょう。もう昼過ぎました。おこぜが見え出してから今日が多分一番多いんじゃないかな。正月休み1週間したんで安心して出てきたんでしょうかね。上りになったんでゲタ増えましたね。下りの倍入ってます。今カニが見えたような気のせいですね。おこぜ以外はデカコチとフグだけでしたね。おこぜと赤ゲタ以外はデカコチとフグだけでした。こっち向きなさい。ちょっとこっち向きなさい。うわー、ひらめきたー。
3個目のヒラメ。おお、カニ来ました。大きいですけど、あら、登り行きだしたのにカニおるな。カニが入る網はヒラメも入るんですね。やっぱり潮の時間帯でしょうね、こういうのってやっぱり。おお、3つ目のヒラメです。きれい、嬉しい。オスですけど、まあカニがいる、もう見えるだけですね。しかし赤字だと、あ、来た。おっと、落ちてこれない。こういうのよくある。ああ、でかい。オスですけど来ました、カニ。なんと上りで入るとオスですが、嬉しい。ヒラメにカニ。あれ、ヒラメが消えた。カニ拾ってここに置いたらヒラメが消えました。釣りの中に落ちたら、この中に落ちたですね、多分。青のマジか、お前何してんだ。頼むで、ほんまに。いや、赤毛さんと怒ってたけど、カニ見えたんじゃない？大丈夫？おお、嬉しいが、ちょっと傷。まあでも嬉しいです。こっちに、でっか、これもでかいっすね。うわ、刺身でいける。なんかカレーも見えたような。カレー、ちょっとゲタ減ったか。網もゲタ洗うのにフルフルですね。昼から晴れたんで暖かくなって暑い。汗だくです。ではそろそろ寄島に帰りましょう。うわ、でかー。でか。これはでかい、本当に。お、なんか見えてるね。落ちてこないけど、そっち落ちる。カメラに映らない。ちゃんと映って。今日4つ目のヒラメ。デカコチもいましたね。デカコチ来てください。これまあでもこれだけでかくても3キロはないんですよね。3キロあるんじゃねえのかと思ってもないですよ。だいたい 2.5 ぐらいですね、大きくても。これだと 2.2 から4でしょうね。やったね。今日4つ目5つ目4つ目か、5つはサバ読んでしまいました。4つ目のヒラメゲットです。やりました。こっちちゃんと持っていきましょう。よいしょ。さあ、寄島すぐそこです。もう目の前です。帰りたいと思います。網洗いながら帰りたいと思います。今日の漁はどうでしたか？ご覧ください。大量です。大量すぎよ。年末からゴミの日が来ませんので、たまりにたまって大量です。ゲタは1月になったら毎年出てくるんですけど、今年も出てきましたね。12月より1月の方が毎年多いんですけど、なんか一気に年明けたら一気に出てきた感じ。赤毛さん台だけでもショーもショーなんかもう持ち上がらないレベル。いや破れる。8棚から10棚あるんじゃない？すごいね。いやー、一気に死んどるか。やっぱりこれちょっと傷のやつなんやな。だってお腹ないの。いやー、死んじゃってる。この傷。またもや豪華なおかずが出てきてしまう。でもそれでも5だ。これなくても5。本当だ。ヒラメー。結構そこそこいいんじゃないですか。焼いてなかったっていうかな。でこっちでかい。おいしそう。それがこっちは美味しい。めっちゃうまい。こっちのなんかもうこれ最初に出てきた時がピークかと思ったけど、やっぱ年明けの寒くなった時がピーク。ライト。こちらもこちらはショー。こちらもショー。どんだけやねん。怒ってたらどんだけ出てきとんなら。お手手は大丈夫でしたか？お手手は大丈夫です。達成の分岐をしております。達成の分岐をしております。ほんで、今日のおかずはこちら。じゃん。フグと一緒に入っておりますが、ちょっと見てください。こんなの見たことあるじゃん。でかっ。でかっ。今インスタ